IT 資産が謎に消えるから調べたら課長が転売してた結果。上司は黙って処理しとけよ。メルカリに会社の資産番号映ってるけど。私は中堅 IT 企業の情報システム部で働いている29歳の女性です。主な業務は IT 資産管理、社員の PC、モニター、サーバーなどの管理を担当している地味な仕事だけど、会社の資産を守る重要な役割。でも最近ちょっとおかしなことが起きてたんだ。おかしなことを。営業部の課長から非常に多くの PC 交換申請が来るようになったの。月に3台から4台のペース。理由はいつも故障か破損。多すぎない？明らかにおかしい。営業部全体でも月に1台あるかないかなのに、それが課長の部署だけで月3、4台って。しかも交換されるのは高額なハイスペック PC ばかり。1台30万円以上するやつ。えぐいな。また課長から PC 交換の申請が来た。今月すでに3台目。さすがにおかしいと思って実物を確認させてもらおうとした。課長、また PC 交換の申請が来てますが、一度故障した PC を確認させていただけますか？は？なんで確認する必要があるんだ？いえ、最近交換が多いので、どういった故障かを把握しておきたくて。上司は黙って処理しとけよ。俺たち営業は会社の売り上げを作ってんだぞ。お前らサポート部門がいちいち口出すな。わかりました。なんだこいつ。態度悪すぎだろ。これは怪しいな。結局確認することはできなかった。でもどう考えてもおかしい。 IT 資産管理システムで課長の部署の交換履歴を調べてみた。驚いたことに過去半年だけで18台も交換してた。総額で540万円。えぐすぎる。半年で540万円って以上だろ。これは絶対に何かあるって思って上司の上司部長に相談することにした。部長、営業課長の部署の PC 交換が異常に多いんです。半年で18台、総額540万円です。一度調査させてもらえないでしょうか？営業は会社の売り上げを作る重要な部署だからな。あまり波風を立てたくないんだよね。でもこれは明らかに異常な数字です。気持ちはわかるけど、営業部門との関係を悪化させたくないんだ。申請が来たら粛々と処理してくれ。はい。これはひどい。上司も弱腰すぎる。一致。証拠集めるしかないぞ。結局上司は動いてくれなかった。でも私の中で違和感はどんどん大きくなっていった。課長の交換申請は止まらず、その後も月3、4台のペースで続いた。このままじゃダメだと思いながらも何々もできずにいた。そんなある日、運命を変える発見をすることになる。休みの日、なんとなくメルカリを見てたの。中古 PC を探してたんだけど、そこで見覚えのある画像を発見した。高性能の PC、備品、急ぎのため格安出品。画像をよく見ると、うちの会社の備品管理シールが貼られてた。マジかよ。これは確定や。急いで資産番号を確認した。 IT 資産管理システムにアクセスして、その番号を検索。該当したのは3ヶ月前に廃棄処理された PC。 企業部署は営業部、申請者は例の課長。やっぱりな。完全に黒じゃん。さらに出品者のアカウントを調べてみた。出品履歴を見ると高額な PC やモニターが大量に。どれも20万円から30万円で売られてる。過去の取引件数は48件。えぐい。48件って相当だぞ。これは確実に課長が会社の資産を横流ししてる。証拠を押さえて直接確認しようと思った。スクリーンショッ
トを印刷して課長の席に向かった。課長、ちょっと時間よろしいでしょうか。何なんだよ、忙しいんだけど。これ見ていただけますか。メルカリで当社の PC が出品されてるんです。3番号も確認できます。何なんだこれ。3ヶ月前に廃棄申請された PC です。課長の部署で使われていたものですが。知らないな、勝手に誰かが持ち出したんだろ。でも廃棄申請したのは課長ですよね。それがどうした？お前が管理を怠ったせいだろうが、廃棄した PC をちゃんと処分してなかったから流出したんだろう。これは完全にお前の管理責任だな。でも上司に報告しとくからな。お前の管理が甘いせいで会社に損害が出たってな。ふざけんな。完全に逆ギレじゃん。これは許せない。案の定上質部長から呼び出された。営業課長から話は聞いた。廃棄した PC の管理がずさんだったそうだな。違います。課長が会社の PC を転売してるんです。証拠はあるのか？メルカリに当社の資産番号が映った PC が。それだけで課長が転売してるとは言えないだろう。お前が管理を怠って流出させた可能性もある。そんな。今回の件で君の管理能力に問題があると判断した。来月から月給5万円の減給とする。5万円も。ありえない。イッチが被害者なのに。これは絶対に証拠集めないと。その日の夜、家で一人泣いた。月5万円の減給って年間60万円。私が何をしたって言うんだろう。でもこのまま泣き寝入りはできない。絶対に証拠を集めて課長の不正を暴いてやる。一頑張れ。応援してるぞ。証拠を固めて反撃だ。週末を使って徹底的に調査することにした。週末朝から徹底的に調査を始めた。まずは IT 資産管理システムにアクセス。課長の部署に関するすべての交換履歴を過去2年分抽出した。結果を見て驚いた。過去2年間で68台の PC とモニターが交換されてた。総額1200万円。1200万円。やばすぎる。そして廃棄理由も全部調べた。故障、破損、動作不良。でも全ての PC が購入から1年以内のハイスペック機。こんな短期間で故障するはずがない。さらに各 PC の購入履歴も確認した。全て20万円以上のハイエンドモデル。それが半年から1年で故障って絶対におかしい。完全に嘘じゃん。次にメルカリの出品者アカウントを徹底的に調査。出品されてる商品の画像を一つ一つダウンロード。そして EXIF データを確認した。EXIF データ。写真に埋め込まれてる情報のこと、撮影日時、カメラの機種、そして撮影場所の GPS 情報。 GPS 情報まで。そう、スマホで撮影した写真には GPS 情報が残ることが多い。上質の私には簡単に抽出できる。そして EXIF データを確認すると、全ての画像が同じ場所で撮影されてた。 GPS 座標を Google マップスで確認。50枚以上の画像を一つずつ確認した。全ての座標を Excel にまとめて分析。表示されたのはあるマンション。会社の人事システムにアクセスして課長の住所を確認。完全一致。これは確定だな。イッチすげ。さらにメルカリの配送元住所も確認。購入者のレビューに配送が早かったというコメント。そして配送元の都道府県が表示されてる。課長の住所と完全に一致。次にメルカリの取引履歴をすべて精査。売却価格を一つ一つ記録して合計した。Excel で計算式も組んで再確認。何度計算しても同じ数字。そして出た金額は総額820万円。820万円。桁違いすぎる。完全に犯罪じゃん。そして IT 資産管理システムの記録と照合。メ
メルカリで出品されてる資産番号を一つ一つ確認。画像に写ってる資産番号が確認できるものが28台。すべて課長が廃棄申請した PC だった。これで証拠は完璧。でも念のため専門家に相談することにした。日曜日、弁護士事務所を訪れた。集めた証拠をすべて説明。なるほど。これは業務上横領罪に該当しますね。イグジフデータと資産管理システムの記録は非常に強力な証拠です。これだけの証拠があれば刑事告訴も可能でしょう。会社に告発する場合、どうすればいいでしょうか。上質部長ではなく社長や経理部長に直接報告してください。証拠をすべて整理して緊急役員会議を要請しましょう。わかりました。家に戻って証拠をすべて整理した。 IT 資産管理システムのログ。過去2年間で68台、総額1200万円。メルカリ出品履歴48件、総額820万円。イグジフデータ、すべての画像が課長の自宅から撮影。配送元住所、課長の自宅住所と一致。3番号称号、28台が廃棄申請 PC と一致。これだけの証拠があれば課長は言い逃れできない。完璧だ。これわかったな。いけ一致。明日社長と経理部長に直接アポを取る。課長、覚悟しろ。月曜の朝一番、社長室に向かった。秘書に事前にアポを取っておいた。重大な不正の報告がありますと伝えて。どうぞ。緊急の報告とは何ですか？営業課長が会社の IT 資産を横領し、メルカリで転売しています。何だと？証拠はすべて揃っています。過去2年間で総額1200万円分の資産を不正に取得。メルカリで820万円で転売しています。すぐに経理部長と法務担当を呼べ。そして当該の営業課長も呼び出せ。緊急会議室に集まったのは社長、経理部長、法務担当、そして例の営業課長、そしてなぜか上質部長も呼ばれてた。何なんだよ急に。忙しいんだが。課長、あなたに重大な疑惑がかかっています。まず説明を聞きましょでは証拠を提示します。まずこれが IT 資産管理システムのログです。過去2年間で68台の PC とモニターが交換されています。総額1200万円です。1200万円。そしてこれがメルカリの出品履歴です。画像を見てください。会社の資産番号が写っています。これは何かの間違いだ。まだあります。出品画像のイグジフデータを解析しました。すべての画像が同じ場所で撮影されています。その GPS 座標は課長のご自宅です。なあ。う。課長、これはどういうことですか？ちょっと待ってください。これは誰かにメルカリアカウントを乗っ取られたんです。でしたら警察に被害届を出されましたか？それはまだ。さらに配送元住所も課長のご自宅と一致しています。購入者のレビューにも配送が早かったとあります。乗っ取られたアカウントで課長のご自宅から発送するなんて随分と都合のいい乗っ取りですね。くそ。だったらなんだ。会社の給料が安いからやっただけだ。俺は営業で会社に貢献してるんだぞ。このくらい当然の権利だ。ふざけるな。これは業務上横領だ。完全な犯罪だぞ。820万円もの売り上げを無申告で得ているのも問題です。これは脱税にも該当します。本日付で懲戒解雇とする。横領した820万円は全額返還してもらう。さらに刑事告訴の手続きを進める。税務署にも通報する。そんな。そして上質部長、あなたも管理責任を問われます。 IT 資産管理の部下が不正を報告したのに握りつぶした。さらに部下を減給処分にした。関連会社への出向を命じます。はい。それから2、
素晴らしい調査でした。会社に大きな損害が出る前に不正を発見してくれた。本日付で教室課長に昇進してもらいます。さらに特別ボーナス150万円を支給します。そして減給処分は当然取り消します。今後は IT 資産管理の責任者として会社の負担を守ってください。ありがとうございます。元課長はその日のうちに警察に逮捕された。業務上横領罪で起訴され、懲役2年の実刑判決、820万円の返還に加えて会社への損害賠償400万円。ざま飯うますぎる。税務署からは追徴課税300万円の請求。メルカリのアカウントも永久凍結。妻からは離婚を切り出され、慰謝料500万円を請求された。総額2000万円超の負債を抱えて自己破産。自業自得すぎる。人生終了やんけ。出所後も IT 業界では完全にブラックリスト入り。完全敗北 WWW。因果応報だな。一方、私派上室課長として IT 資産管理体制を大幅に強化した。廃棄申請には必ず実物確認を義務付け、定期的な資産棚卸しも実施するようにした。年収も150万円アップして、まさに完全勝利だった。一致最高。本当にスカッとした。悪い奴が報いを受けるって最高だな。一致をつかれ。というわけで今回の話は以上です。最後まで読んでくれてありがとう。一致をつ。虫をスカッとした。いい話だった。イグジフデータで論破とか最高 WWW。上司の本気すげえ。課長の末のザマー WWW。